はい、こんにちは。今日はね、腕の使い方の話になります。右手と左腕が一体となってね、振られるというのがいいんですが、まあ厄介ですよね、この腕がね。右手は打つときに内側にこう力を入れて振るわけですよね。力を入れてというか、よく足を使って腕は使わないっていう人いますけど、やっぱりね、腕ある程度使わないと飛ばないと思います。ですから右手は外から内側に向かって振るわけですね。で、左手は同じように筋肉を使うとなるとこういうことじゃないですか、ね、だけど左手は打つときは左からこの右側から左側にね、こうやって振るわけですよ、左腕に関してはね。ですから右手と左は本当にね、筋肉のね、使う場所がもう全然違います。ですから右手に関してはこの辺りの内側の締めるような、ね、筋肉が使われて、左腕に関しては外にね、腕を体の左側に振るような筋肉が使われるというわけです。そこで昔からね、左腕一本でウェッジで、振るというこういうドリルがねあるわけですよ。やはり右腕一本で振るのも不安定ですが、ほとんどの人右利きの場合ね、右手がやはり普段からよく使い慣れてますから、器用である反面ね、使いすぎてしまう。それから、筋肉も違うと先ほど言いましたようにね、左手で左方向にクラブを振るというそこの筋肉って結構ね弱いというかね、筋力的にもね。ですから左腕一本でこう振るこの練習ね、こういう練習を松山プロもいまだにね、してますし、片山プロとか多くのねジャンボ尾崎プロとかね、多くのプロがこれ推奨して、練習に取り入れています、左サイドね。ということは、例えばアプローチでも左手一本で打った後にね、右手を軽く添えて、それによってかなりこう左手一本ではすごく不安定だったのが楽になりますよね、右手を添えるだけでもね。それでアプローチで軽く添えて、左で上げて左で下ろす、ね。その場合左手ってこう引くというよりはね、左手を右方向に押す、左手は右に押す、こういう形になると思います。で、左で下ろすならば今度は引くですね。ですから左で上げて左で下ろすというのは、左手を押して左手を引く、こういうスイングになります。アプローチはそれでいいと思うんですが、ドライバーでやるとね、どうなるか。今ね、左手を右方向に押す、左を押して左を引くっていう話しましたけれども、左で押して切り返しは右で押すっていうのね、これもあります。左手で押して左手を引くんじゃなくて、左手で押して右手で今度押していくというね、そういう力。ただね、これも押すって言っても本当もうこのぐらいまでですよね。これ以上押していこうとするとやっぱり突っ込んだりがありますから、安定性を求めるんであればね、本当に左手で上げて左手で下ろす、それは左手を押して上げて左手を引いて下ろすという、まずこの練習をねお試しいただきたいなと思います。ドライバーでやるとどんな感じになるかというと、左手で押すわけですよね。ですから右を引くという、右手で上げるというのもあるんですけれども、右手で上げちゃうと、こちら側は
活性してますよね、筋肉がね。切り返しも右を使ってしまいがちです。左のことをお次忘れてしまって、左サイドが緩んでて右で上げてますからね。左サイドが緩んでて左を使って下ろそうと思ってもね、なかなか難しいんじゃないかなと。スイング一瞬ですからね。全体でもう1秒、全体で1秒、切り返しから先はもう 0.3 秒とか 0.4 秒ですから。でそういうね、もう一瞬のことを、どうやって体で表現していくかっていうね、それを考えると、まずはね、左で上げて左で下ろす、左で押す、左を腕を押していきます。そして左腕を引いていきます。そういうスイングです。押して引いてますので、左サイドが邪魔しないで、260、方向性もいいですね。261、左で押し上げて左で引いていく、ね、そして左サイドが邪魔をしないというのは、左がここ止まって右がを使われちゃうというのが一番良くないと思うんですね。突っ込んじゃうし、左サイドが邪魔しちゃいますので、はい、もう一回ね。じゃあ左サイド、左腕を押してあげて左腕を引いてあげる。一瞬ですよね、スイングってね。本当に一瞬なんで、左腕を意識することによって257、距離はいいですよね。このぐらいで十分だと思います。やっぱり、ゴルフコースで安定して球を飛ばすためには、左サイドを使ってスイングするというよりも、左腕に邪魔をさせないで左右のバランスを整えながらスイングしていくかっていうね。どうしても右利きで右手を使いがちなので、左手で上げて左手で下ろすということによってね、左サイドが逃げつつ右をちょっと使っちゃっても邪魔にならない。左で押していく感じですね。左サイドをうまく逃がす、左サイドをうまく逃がすから、右をちょっと使っちゃったとしてもね、そんなにかぶらないと思いますよ。270にいました。はい。ではもう一つね、今度はダメなパターンですね。右で上げて右で下ろす。今左で上げて左で下ろしちゃいました。今度は右で上げて右で下ろす。これね、タイミング合うといいんですけど、タイミング合わないと最悪。右で上げますよ。右手で上げる。はい、タイミングよく振れましたが、右からのフックボール、267、右で上げて右で下ろす。右脇が開くかな。右脇が開く感じします。今カットに入りました。左にね、飛んでしまいます。右をね、私ベタ足にしてるのでなんとかコントロールが効きますけど、やはりね、右手で上げちゃうと少しね、切り返しが不安定な感じします。で、左サイドがうまく逃げないから、練習場とかこういうところはいいんですけどね。もう一回いきますね。右で上げます。右で、やっぱり左サイドを使ってる時よりはなんか球が左右に暴れる感じがします。飛距離はね、同じか、こっちの方がちょっと右を使った方が飛ぶ気はしますけどね。はい。では次は左で上げて右で下ろす、そっちです。左で上げてっていうことは、左手は逃げてはいかないんだけども、左で上げて使ってますのでね、ある程度その緩みがないという、そういうやり方です。左で上げて右で下ろす。
したよ。左で上げて右で下ろす、左で押してあげて右で押して下ろす、こんな感じです。飛距離は268ですけれども、方向性いいですよね。はい、もう一度いってみます。左で押してあげて右で押す、左で押して右で押す、はい、ちょっとヒールかもしれませんけど、はい、距離も出ました。292まで出ました。最後のやつね、キャリーは273ヤードの飛距離 292.5 ヤード、ヘッドスピードが50出ました。ボールスピードが74ね。で、バックスピンが少なかったので292ヤード飛んだということです。今日はね、左で上げて左で下ろすっていう、左腕を上手に使うためのね、基礎中の基礎、肝中の肝のね、ドリルがあるじゃないですか。でそれを、じゃあ長いドライバーでやったらどうかっていうね、確かに安定性は良くなるし、やはりついこうね、右を使ってしまうと思うんですよ。ですから悪くないと思います。左サイドを上手に張りを持たせながら上げることができるし、左サイドを引いてあげるのでダウンスイングでね逃げていきますから、右サイドを使っても空間ができるというかね、気持ちよく振れるという。左で上げて左で下ろす、左で押してあげて左で引いて下ろす、それですね。で2つ目にやったのは右で上げて右で下ろす。これは悪いパターンです。私もよくやっちゃうんですけども、右利きだから右手でひょいって上げちゃうということです。脇が開いたり、少し浅くなったりすることもあります。で何より左サイドが緩んじゃってるんですよね。トップまで右で上げてますから、全く筋肉を使ってない、完全に右手で上げて右手で叩きに行きますから、うまくタイミングがあった時は飛距離もね、出る時もあるんですけど、結構曲がったりするんですよ。かぶっちゃったりするので、かぶるのが嫌だと右に押し出したり、なかなかコースで使えない。そこで3番目のやつですね。左で上げてしっかり張りは持たせておくんだけど、左で引かないで右を使って打っていく、ね、左で押してあげて右手で押して下ろす、左で押して右で押すというね、引くの真逆のパターンです。はい、3つをご紹介しましたので、どれがね自分に合うかね、お試しいただかないとわからないと思います。ですからアプローチにもね使えますので、アプローチも両腕が一体化となってね使える人はいいんですよ。なかなかそれができないから左で上げて左で下ろすとかやるんですけれども、そこに左で上げて押して右で今度押していくとかね、左だけじゃなくて右も使うとかで、これもやはり右で上げて右で押していくっていうのは、右で引いて右で押すっていうのはこれは良くないと思いますけど、左だけを使うパターンと半分ずつ使うというね、そのパターンがあると思いますので、自分に合ったタイプがどちらなのかね、ぜひお試しいただきたいなと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。63歳になります。間もなくよろしくお願いします。